合体パターンその1、そのままくっつく。はい、差し込んであげると、これで、ブンブンジャーロボと、ビュンビュンマッハロボね、完全に合体した姿になります。足じゃあつけられますって言ってこうつけるとするじゃん。まあ、一応つくんだけど、こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。爆上げ戦隊ブンブンジャーよりビュンビュンマッハロボと、ブンブンジャーロボです。それでは見ていきましょう。ということで、今回何をするかというと、こちらビュンビュンマッハロボとこちらブンブンジャーロボが合体するのかどうかというね、考察動画になっております。はい、ということでもうね、皆さんお気づきの通り、こちらビュンビュンマッハロボもう可能性を秘めまくっているわけなんですよね。まあ、ということで、まあ一旦ねロボットに変形させていきましょう。まずはこのパーツを取り外す。でこのはい横の部分を開いてあげて、で足を下ろします。で腕を下げて、はいで、この武器を持たせてあげて、でこのヘルメットを展開すれば、はいこれでビュンビュンマッハロボになります。めちゃくちゃね変形が簡単なんですよね。やりやすい。はい。で、もう正面でも分かる通り、このジョイント、使っていない今後何かに使いそうなジョイントがねあるんですよ。しかも裏見てください。もうジョイントだらけ。ほらこんな感じで。しかもが多いんですけど、ほらこの外装が外れるっていう、何かに使わない限りこんな簡単に外装が外れるような構造にしないと思うんですよ。しかも見て、ほらこの下にジョイントあるでしょ。はい、この外装でこれ使ってるわけじゃないですよ。だからこれ外してまた下に何かくっつけるとかするんじゃないのかなっていう、こういう謎のね今後使いそうなものがたくさんあるんですよ。さらにこの背中のパーツを外してあげると、ここね、はい、もう使わないはずのこの腕を後ろに回すという可動、これもあるんだよね。これビークルモードでもロボットモードでもどっちでも使わない可動なんですよ。だから今後何かしらで生きてくる可動なんですよね。はい。っていうね、あとはまあ普通にめっちゃパーツがねこうやって外れるっていう、全部でね25パーツに分かれます。これもうここも外れるからね、ほらこんな感じでもう至るところがね外れるようになってるんですよ。はい。っていうね、本当にもう今の段階では本当何が起こるかわからない謎を秘めているロボットなんですけれども、まあわからないなりにちょっとじゃあみんなで考察しようよって話でございます。はい。ということで、まあ、今回いくつかね、パターンを考えてきました。こんな合体するんじゃないのってパターンを4つぐらいかな考えてきたのでね、皆さんと一緒に見ていきましょう。皆さんも何かね、こうなるんじゃないのみたいな意見があったらコメントで教えてください。まずパターン1、そのまま合体しちゃうパターンね、はい、やっていきましょう。これをねまずちょっとこんな感じで戻してあげて、で、この背中のこれを外します。でこのブンブンジャーロボに合体させることができます。でこちらね、このビュンビュンマッハロボ、なんと後ろにこのジョイント、さっきのこの羽をつけていたジョイントですねがあるんですけど、このジョイントとこのブンブンジャーロボのジョイントをくっつけることができます。なので、まあ、どこでもいいんですけど、例えば腕とかにちょっとこれあるか、これ畳むか、こんな感じでガチャッとね、はい、はめることができちゃいます。ということで、合体パターンその1、そのままくっつくです。はい、こんな感じでビュンビュンマッハロボを腕につけたまま、もうこの
ビュンビュンマッハロボをこう敵に対してガンガンってこうやってねぶつけるっていうもう荒技、はい、もできます。これはまだね一つ目なんでね、はい、一応可能性の話です。できるよねっていう話ね、はい、実際やらないとは思うけど、はい、っていうのが一つ目で、次二つ目は、これね、ちょっと、ここの肩のパーツね外すとなんとここに新たなジョイントが出てくるんですよ。これってさっきね、はい、腕につけた背中のジョイントと同じブンブンカーをね、こうくっつけられるジョイントなんですけど、こうやって腕にくっつけたりとか、肩にもくっつくし、こうやってね、であと足にもねこうやってくっつけることができます。なのでちょっと今回はこの足の方にねちょっとこうつけようかなと。はい、だからもうこの状態で頑張ってなんか二体合体っぽいことをできないかなと思ってちょっとやってみます。はい、これもね外したけどちょっともう一回こんな感じでつけてあげて、で反対もここ外して、でここの足のところにはいくっつけましょう。こうやってスライドしてはめてあげて、でここにくっつけると。はい、でなんかもう結構ちょっとぽいよね。なんかありそうな合体パターンではありますよね。で、じゃあこの上の胴体どうすんのって話なんだけど、このね、ブンブンジャーロボ、はい、なんとここにもジョイントがあります。なのでさっき使ったこのジョイントね、これをここにはい差し込んであげると、なんとこんな感じでね、ブンブンジャーロボの上に、ビュンビュンマッハロボがくっつくと。はい、この状態だとこうちょっとバランスが悪いので、どうにかしてね、足開いたりとかして、はい、こうやって上げると、はい、このままだと顔ないよね。顔ないから、じゃあこちらね、はい、ブンブンマリンね、はい、これをちょっと顔としてつけたいんだけど、これをつけるとこの下にねこれがちょっとつきにくいから、ちょっと一旦外してマリンつけて、でここでちょっとめっちゃね干渉するから皆さん真似しないでください。絶対こんな合体ないけど、はい、でこれつけました。でまだ結構余ってるから、そもそもこの武器は腕に持たせるとして余ってるので、はい、こちら、はい、ブンブンパトカー2ですね。これをこのように変形させて、でこことか、はい、ここの腕にはめたりとかね、できるし、はめるか、はい、こうやってはめてあげて、はい、でこのサファリもね当然、はい、つけてあげましょう。この腕の横にスライドしてつけると、はい、こうやってつけてあげて、で肩が空いてるのでオフロードと、こちらワゴンね、はい、取り付けてあげて、はい、これでブンブンジャーロボと、ビュンビュンマッハロボね、完全に合体した姿になります。でブンブンカーが12345体合体してるっていうね、はい、このブンブンカーも一緒に合体させることでこの2体合体が完成するというね感じになってますけれども、なんかね、多分これ合体させにくかったから違うんじゃないかなとはもう思いますけれども、はい、可能性としてはねあるかもしれません。はい、っていうのが2個目です。そして次考えたのがここね、はい、この
肩が外れるんですよ。でここがジョイントになってるから、何かしらビュンディのパーツ取り付けられるんじゃないかなって思ったら、このビュンディの外装はこう凸なんですよ。でこっちのこのブンブンジャーはこっちの付ける側が凸なので、この外装をね付けられないという構造になってます。なのでここ違うかなというね、思いまして、でもう一個外れる場所あって、ここ外れるんだよね。しかもこのジョイントあるじゃん。これなんとこのビュンビュンマッハロボンに使われてるジョイントとほぼ同じ。なんでほぼかっていうと、長さが微妙にね違うんだよね。これ本当に微妙にしか分かんないんだけど、赤が若干長い、こっちの方が。なので例えばこの足じゃあつけられますって言ってこうつけるとするじゃん。一応つくんだけど、ちょっと触ったらこうやって飛んじゃうっていう、ポヨンってね。で例えばじゃあこっちにじゃあこれをつけるとなると、こうやってつけるとちょっと長いんだよね。ほらちょっと余ってるっていう。でブラブラちょっとするっていう。なのでジョイントは合うけど違うのかなっていう。でも一応合体はできるかもねという一応可能性のねまた話ですけれども、っていうのがここですね。っていうのが3つ目。ちょっとしょうもないですけど。で4つ目がなんかもうビュンディをバラバラにして、でもう一個なんか違うブンブンカーか、ロボットか何かを挟んで3体合体みたいなすると。なので今の段階ではまだできないみたいなのが4つ目のね考察になります。なのでこの今持ってるやつでは何もできないよ。ただもう一個何か発売されたら、その時に満を持してこのビュンディバラバラにするか何かしらして、このブンブンジャーに合体できるよみたいなことがあるのかなと。あと最後ね、5つ目ありました。合体しないというね、これも考えられる、十二分に。というのも今回のね、ブンブンジャーのコンセプトとしては、まずは子供に楽しんでほしいというね、簡単で分かりやすい、ギミックっていうのがこのおもちゃのコンセプトになってると思います。去年のねキングオージャーが20体合体全合体とか、もうすごいちっちゃいパーツまでね、いろいろ合体して20体合体みたいなすごいことをやったので、じゃあ今年はね、もう昨年がめっちゃ合体とか結構複雑だったから簡単にしようみたいなことで、合体なくてもいいんじゃないかなみたいなね。やっぱりいろいろ外して合体させるとなると難易度も上がるわけで、そうなると子供たちもどうやって遊んだらいいか分かんないとか、なんかバラバラにもう壊しちゃってね、もう組み直せないみたいなことになると思うんですよ。実際このブンブンジャーロボでさえ結構その私有コーナーだともうバラバラにね、外されてるわけですよ、パーツたちを。なのでその分ね、破損防止で結構こうね簡単に取れるようにねパーツをね作ってあるので、親御さんとかがね直してあげればいいと思うんですけど、っていう観点からもしかしたら、合体ないんじゃないのっていう意見もね、可能性としてですけれどもね、あるんじゃないのということになります。どうだったでしょうか。皆さんはどう思いますか。ぜひねコメントで教えてください。個人的にじゃあこのジョイントとか何に使うのってなった時に、ビュンディが新たな姿になるんじゃないかなって説もちょっと推したいんだよね。もう最近のねブンブンジャーでやってましたけど、このブンブンがね、ブンブンがビュンディのタイヤ交換してあげてたんですよ。ピットインだって言ってこうやってギュイーンギュイーンって言ってタイヤ交換してあげてたんですけど、そのノリでパーツ交換だって言ってこのパーツをバシッて取ってなんか新しい強化パーツに変えるみたいなね、
結構 F1 カーもね、壊れたパーツ変えたりとかするみたいな。なんかタイヤ変えたりするからね。はい。なので、それをイメージしてパーツ変えたりするんじゃないのっていうね。はい。で、その時に、なんか、次は F1 カーじゃなくて違う、乗り物になったりする時のためにこれを使う。もしくは、普通にね、合体のためにこれを畳むとか、わかんないですけど。はい。っていう使われ方をするんじゃないのっていう気もします。はい。さすがに、こんなにジョイント用意して、結局使いませんでしたってことは、さすがにないとは思いますけれども。キラメイジャーとかね、全合体するんじゃないのみたいな感じで、ね、みんなが思ってたらしなかったみたいな例もあるんでね、全合体とか合体はしない可能性も本当あり得るんですよ。はい。戦隊って全合体が全てではないのでね、全合体してる戦隊って意外と少ないからね。なので、あんまりね、合体とかがなくても、しょうがないか、今年はそういうね、コンセプトなんだぐらいでね、留めておけばいいかなと思います。してほしいけどね、合体はもちろんしてほしいですけれども。はい。という感じでしょうか。個人的にはね、2個目の無理やり合体がね、めちゃくちゃ好きでした。なので、無理やりにでも合体できるポテンシャルみたいなのもあるんでね。はい。あとシンプルに変形簡単でおもろいんで、ビュンディだけ買うっていうのも全然ありだと思いますので、ぜひね、気になった方、手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。いいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。